韓国は小学生も整形をするんですか？ボトックスが900円ですって？それは本当ですか？こんにちは。皆さんのコアトーリーです。外国で韓国のイメージを聞いてみると、韓国は整形をたくさんするという話をよく聞きます。韓国人が見たとき、当然 K-POP とサムスンイメージが一番大きいと思われますが、やはり外国人の方が正確な判断かもしれません。韓国人は自分を育てるだけのための努力をたくさんします。理由は美しさは資産だと思っていて、整形手術は体に貯金をするということです。世界で最も多く整形をしている国は韓国であり、人口1000人あたり21人ほどです。韓国の整形技術は韓流でもとても有名であるほど良い技術を持っています。したがって日本と中国と東南アジア、ヨーロッパなど様々な国で韓国の整形外科を訪れる美容整形観光が増えています。韓国人で最も多く受ける手術としては目の手術です。いろいろな目の手術がありますが、その中で二重まぶた手術などが一番多いです。また20から30代女性たちが最もたくさん受けていることで表示されます。外国人たちは20から30代の女性客が多い反面、韓国人は男性と中年層が増えました。女性の占有物のように思われていた整形手術はもはや男女を問わず自分のコンプレックスを直し、自分の満足のためにお金を投資するようになりました。日本も同じですが、韓国に美容整形遠征に行って帰国するとき、入国審査台で本人確認ができない場合が多いといいます。このように韓流ブームの影響もあってか、日本でも美容整形ブームに乗って韓国の美容整形手術が上手なところを求める女性が大きく増えました。ソウル江南の大きな整形外科は殺到する外国人患者の需要に応えるため、通訳を担当する看護師まで採用するぐらいです。航空費や宿泊費を全て払ってくるほど、韓国の整形手術の技術力が優れているからだといいます。でも美容整形外科医は東洋人だからといって美容整形しやすい顔ではなく、より繊細に手術しなければならないということです。ソウルの一部の整形外科は外国から来た専門医のために手術室の中継システムまで整えていました。実際この手術室には放送用撮影設備が整っており、地下1、2階には270席規模の小劇場があります。韓国は整形手術がデパートでブランド品を買い求める雰囲気で取引をしながら価格を調節します。ところで韓国は儒教思想が支配的であるのに、なぜ整形強国になったのでしょうか。30年前には韓国の医療技術は米国と日本より良くありませんでした。むしろ両親からもらった体にむやみに手を出してはならないという儒教思想のため、医学分野では先進国に比べて非常に遅れていました。しかし韓国では見た目で人が評価されることはかなり前から存在しました。特に朝鮮時代には衣服としてその人の地位が表現され、正しく着ることが礼儀とされました。しかし最も大きな原因は1990年代から韓国の全体のムードがはじめ競争社会に変わって、容姿また競争手段の一つと大きな比重を占めるようになりました。個人の能力を超えて体も武器化され、外見は人的資本の核心となりました。韓国は差別が日常化している国です。外見差別もその中の一つだと思います。見方によっては少し否定的な部分です。まさにこのような差別文化があるからこそ、韓国が整形強国になることができました。就職の際、面接を見ると実力より人物を見る場合が多いです。芸能人を選ぶのでもないです。これもやはり韓国人が感じる不思議な国です。第2に、大衆媒体の発達により東洋固有の美しさよりも西洋の要望が洗練されていると感じ始めました。
このような社会的な流れは現在まで続き、K-POP とドラマを通じて知ることができます。そうして整形を望む人が増え、医者はお金儲かる整形外科だけを志願するようになりました。それが競争を煽り、より良い装備とより良い医療技術、より良い病院サービスで勝負するようになりました。これが時間が経って手術の価格が安くなり、今は高校生がお小遣いを貯めて病院で手術する時点まで来ました。そして手術を続けているので医者の実力が向上せざるを得ず、これはまるで大量生産と大量販売が当たって韓国人は整形をたくさんするのです。目の手術や鼻の手術においても患者たちがあまりにも気難しいことを要求してきたため、韓国の医師たちはそれに合わせるためいろいろな方法を考えました。もちろん多くの副作用を量産しましたが、とにかく技術は向上せざるを得ませんでした。韓国は美容をする形成外科ほぼ全てが個々人が事業者を出して営んでいる医院形態です。うまくいけばお金を稼ぎ、ダメなら廃業して破産する、そんなところです。つまり一般的な個人企業と変わらないということです。そのため互いに患者を引き寄せようと競争し、その多くの整形外科の中で生き残るためには限界以下の手術もやむを得ない現実です。インターネットマーケティングにも莫大な金を注ぎ込んでいます。世界的なブランドボトックスと高価なフィラーは大量輸入で価格も安くつきました。またそれを餌商品としてほとんど原価に消費する国に変わりました。韓国を訪れ整形手術を受けることにした日本人の A さんは、今までとは違う姿になりたくて整形を考えたと話しました。日本より費用が安い理由が一番大きかったそうです。整形費用で約100万円を用意したという彼は予算に航空料と手術の安定期間と、またソウルで生活する費用が含まれたが、日本より約20万円安いと述べました。A さんは韓国語はわからないが日本語の通訳がいるのでコミュニケーションについて悩まなかったとし、飛行機にも乗ったことがなく怖い気もしますが、綺麗な顔で大学生活を始められるという期待は大きいと話しました。彼女は日本も外貌至上主義が広がり、女性なら足りない外貌に不満を抱くことができるが、整形は綺麗に見せたいという欲求もありますが、自己満足のための理由もあります。綺麗な容姿を追い求めるのは女性にとって本能のような仕事だと述べました。最近整形手術も韓国で少しは忌避されているように見えます。韓国の人々が10年ほど前のようにむやみに手術台に横になって顔に刀をうまくつけていないという意味です。もし手術したいところがあればメールください。私が探してみます。メールアドは下記に書いてあります。今日の結論。韓国に旅行に来て1日の時間を空けておくと1日ぶりに10年は若くていきます。その費用も日本旅行費を含むより安くて技術は良いです。今日準備した動画はここまでです。私の話が少しでも共感できますか？次には韓国の整形費用を削減する方法2部を準備します。次の映像が楽しみでしたらいいですよと購読を押してください。今回の映像が良かったら次の面白い映像を早くアップしたいと思います。多くの意見をお願いします。日本語修正するところがあれば教えてください。普段から知りたいのですが、皆さんが気づくのは面倒で時間を割くのはもったいないことをコメントしてください。韓国のこと知りたいことを質問していただければ確実に調査してお教えします。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。今まで皆さんのコアトーリーでした。